ちは、なぎです。今日は新しく購入した画材のレビューとこちらの水彩メイキングをお伝えします。久しぶりにたくさんの画材を購入しました。一つ一つ紹介していきますね。まずはスケッチブック。私は普段の作品はアルシュという紙を使っているんですけど、描きやすいんですがとっても高いので、もう少し気楽にスケッチしたりカラースタディをするために、比較的安いけれども重ね塗りに強くて厚みもしっかりあるワトソンとビファール、あとこのウォーターフォードのブックを買いました。水彩紙はコットン紙とパルプ紙とその混合の3種類あって、水彩の特徴を一番活かせるのがコットン紙と言われているんですが、その分価格もすごく高いんですね。こちらのウォーターフォードはコットン 100% の中でも比較的安価なものになります。ブック状のものを買ったのは初めてなので、これからたくさん描いていきたいと思います。そしてこちらが筆です。ホルベインのブラックリセーブルという筆になります。リスの毛とリセーブルというホルベイン独自の繊維を合わせた筆になります。天然の動物の毛とナイロンなど人工の毛の違いはいろいろあるんですが、水の含みだったりコシの強さだったりします。こちらのブラックリセーブルはその両方のいいところを取ったような筆になるので、初心者の方も使いやすい筆だと思いますね。私がよく使っているのがこちらのアルテージュというナイロン 100% の人工の筆なんですが、こちらもすごくいいんですけど、ブラックリセーブルも使ってみたかったので今回購入してみました。次は絵の具です。まずこちらがダニエル・スミスのドットカードになります。ドットカードというのは、いろいろな絵の具が少しずつ使えるようになっているサンプルカードですね。このシートの上にちょっとずついろんな色が載っています。どの色を買ったらいいのかわからないので、少し試したい時にいいと思うし、絵の具を買ったけど思ってた色と違ったなとか、そういうことも避けられるんじゃないかなと思います。いろいろなメーカーが出しているので、気になる方はドットカードで調べてみてくださいね。びっくりしたんですけど、これ絵の具一つ一つ人の手で充填してるそうです。すごくないですか？この仕事ね、一日してる人すごいですよね。この辺はダニエル・スミスの欲しかった色やウィンザー&ニュートンの今まで使ってた色を補充するために買い足しました。そしてこちらは草壁のハルモニアというシリーズになります。いわゆる分離色といって2つ以上の色が混ざらずに出てくる絵の具になりますね。ちょっと前までは色が混ざらないって水彩としては失敗だったんですけど、今は逆にその風合いが魅力となっていて人気みたいです。ハルモニアシリーズは同時にグラニュエーションカラーでもあります。このグラニュエーションカラーというのは粒子がザラザラしていて均一にならないようになっています。つぶつぶの独特の質感が出ていますね。今まで分離色を出していたのは海外のメーカーだったので、なかなか手に入りづらかったと思うんですけど、日本のメーカーの草壁さんが2022年にこの分離色のシリーズを出しました。日本のメーカーをね、応援したいっていうのもあり、値段も手頃なのですごくいいんじゃないかなと思います。こんな感じで画材を買ってみました。この中からいくつか試しながら今日の絵を描いていきたいと思います。もし動画が気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録していただけるととっても励みになります。私のチャンネルはすごく小さいので、お一人お一人のインパクトがすごく大きいんですね。
高評価や登録していただくことがチャンネルの成長につながりますので、ぜひよろしくお願いします。それではメイキングをどうぞ。今日はこちらの絵を描いていきます。アジサイと女の子の絵です。先ほど紹介したハルモニアシリーズのファントムミストとシャイニーブリザードを使います。アジサイといえば梅雨の時期の花ですが、今日のアジサイは冬の枯れたアジサイをイメージしています。私は冬に見かけるこの枯れたアジサイやドライフラワーの淡い色合いが大好きです。モノトーンに近いけれどいろいろな色が見えてとてもいいなと思います。そんな綺麗だけど描くのは難しそうなアジサイに今日は挑戦します。ここからは分離色のハルモニアシリーズを使います。ファントムミストを主にベースで使ってシャイニーブリザードを足していきたいと思います。このグレーの色味がファントムミストで、青がシャイニーブリザードです。あと黄色はイエローオーカーを入れています。新しい画材を使うたびに思うことがあります。一つ一つの画材にどれだけの人のアイデアや工夫、努力が込められているんだろうと思います。
それぞれの画材にそれができるまでのストーリーがあって、そこには人の思いがあります。そのことに思いを馳せるのがとても面白いです。ストーリーがあるというのは、私たち一人一人も同じことですよね。誰にでもその人だけの人生があって、ストーリーがあります。私は一人一人が自分だけのストーリーを表現して生きていけたら面白いなと思っています。その形は人それぞれだと思いますが、絵を描くことがその表現の手段の一つになれたら素敵なことだなと思います。私は自分が描いている姿を発信することで、その楽しさを伝えて、誰か絵を描きたい人のお手伝いができたらいいなと思っています。今回新しい画材を使ったことで水彩の楽しさをより感じることができるようになりました。分離色が気に入ったのでハルモニアシリーズを買い足してみようと思います。一色だけで描いてみるのも楽しそうだし、水彩の可能性がいろいろ広がりそうですね。絵を描く人にとって画材屋さんに行ったり新しい画材を見ることは本当にアミューズメントパークに行くようなワクワク感がありますよね。私も新しい画材を買ってすごくワクワクしているので、これからたくさん描いていきたいと思います。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。